こんにちは、ソラです。今回は自作のゲームエンジン作りに挑戦してみました。現在、DirectX の勉強を始めてから1ヶ月ですが、今ご覧いただいている感じまで作ることができました。ボクセルというマインクラフトなどでおなじみの四角い世界でオープンワールドにできました。自作のゲームエンジンとはどういうことかと申しますと、今まではアンリアルエンジンという無料のゲームエンジンを使ってゲーム作りの勉強をしていました。これはアンリアルエンジンにこういうことをしたいということを伝えて、アンリアルエンジンがパソコンやグラフィックボードと話をして良い感じにしてくれるイメージです。今回挑戦した自作のゲームエンジン作りとは C++ というパソコンと話をする言葉と DirectX というパソコンのグラフィックボードと話ができる言葉を使って直接どんなことをしてほしいかを伝えるイメージです。自分自身がゲームエンジンがやっている役割そのものを作る自作ゲームエンジン作りです。これを作れるようになるまでの1ヶ月間、どんなことをしていたのかをご紹介しようと思います。まずはこの自作ゲームエンジン作りを勉強し始める時点での自分の能力について簡単にご紹介します。アンリアルエンジンと C++ の勉強歴はおよそ1年です。最初の1ヶ月は特に挫折しそうなことがたくさんありましたが、いくつか進捗動画を出せるようにもなりました。Amazon で注文してた専門書が届きました。パラパラと中を見てみますが、どう考えても理解できる気がしません。勉強を始めるにあたっていろいろと調べましたが、DirectX というグラフィックボードと話をする言葉は DirectX11 と DirectX12、現在2種類が使われているようです。いろいろ考えまして、いきなり難しい方の DirectX12 を勉強することにしました。DirectX12 の魔導書という本を100ページぐらいまで読みました。DirectX を使うための下準備みたいな部分でした。ビジュアルスタジオというソフトでプログラムを書いて実行できるので、そのソフトでソラエンジンという C++ のプロジェクトファイルを作りました。ここで緊急事態発生です。ここから何をしたらいいのか全く分からず、体がフリーズしました。自分が1年間勉強してた C++ は完全にアンリアルエンジンと会話するためだけにカスタマイズされた C++ だったのです。通常の C++ を勉強し直す必要が出てきました。その後 C++ 初心者で検索して少し勉強してHello DirectX12 と表示することができました。自分にとって大きな一歩です。白いウィンドウを表示するところまでできるようになりました。昨日作れたのはコンソールアプリというもので、黒いウィンドウが開いて文字が出ます。そのアプリはメインという場所からプログラムが始まるという決まりがあるようです。この白いウィンドウの Windows アプリは WinMain という場所からプログラムが実行されるようです。とても初歩的なことだと思いますが、知らなかったのでコツコツ勉強していきます。DirectX Text と読むのでしょうか。テクスチャに使う画像ファイルの読み込みができるこのライブラリーを設定してみました。ライブラリというのは本当に未熟な個人的なイメージですが、外部に置いておく図書館という感じで、その図書館に置いてある便利な本をいつでも使えるイメージです。自分のプロジェクトファイルにこのフォルダーに置いてあるこの図書館を使いますと設定しておけば、その中に置いてある画像ファイルを読み込む機能を使えるという感じです。この日は Ping という画像ファイルを読み込むプログラムをいろいろ検索しながら作ることができました。昨日画像ファイルを読み込めるようになってから少し不安になることが出てきました。例えばですが、キャラクターに使っているテクスチャーの画像を
こうやって外部に置いたままゲームを公開してしまうと、その画像をいたずらされてしまう可能性があります。なんとかユーザーさんから隠す方法はないかといろいろ検索しましたが、なかなか良い方法が見つかりません。インターネットで海外の 3D 素材を購入してみました。3D のファイルと一緒に Unity でも使える形式のファイルがついていたので、Unity をインストールしてファイルを見てみました。その後、FBX SDK というライブラリを使って FBX という 3D ファイルを表示するプログラムをいろいろ検索しながら見よう見まねで書いてみました。インターネットで実際に動くプログラムで解説してくださっている方に本当に感謝です。見よう見まねで書いたプログラムを自分が理解できるような優しい書き方に書き換えました。時間はかかりましたが、達人が書いた美しいプログラムが自分のレベルがわかる初心者が書いたようなものになりました。作ったプログラムが FBX という 3D ファイルを読み込むのに14秒もかかっていました。素人ながらにさすがにこんな時間かからないんじゃないかと思いました。もっと細かく時間を表示してみたら、読み込んでるデータを三角形にする処理で時間がかかっていました。ブレンダーという 3DCG ソフトで読み込んで、四角だったものを最初から三角形にして保存したら、その処理がなくなった分読み込みが早くなりました。DirectX 12で 3D を表示したプログラムをもっと具体的に理解しようと、どれがどのような関係性になっているのかを図にしてみました。フェンス、ヒープ、レンダーターゲット、ハンドル、スワップチェーン。聞いたことがない言葉が大量に押し寄せてきて、気を抜くと意識が遠のきます。もちろん購入した参考書で読んだはずの言葉ですが、何回見ても初めましてに感じるくらい個人的に覚えられない言葉ばかりです。ダイレクトインプットという機能でゲームコントローラーからの入力が取れました。どんな簡単なことでもいいから成功体験がないとくじけそうです。この日は本ではなくてインターネットで DirectX 12の初心者向けの解説を探し回りました。しかしぼんやりとしか理解できず、DirectX 12が難しいと言われているのが分かりました。この日も DirectX 12の初期化の情報を探しながら言葉の意味もたくさん検索しました。ふとデバイスという変数には何が入っているのかを勉強した知識で読んでみたら、そこには自分のパソコンについているグラフィックボードの参照が入っていました。このことで本当に DirectX はグラフィックボードにダイレクトに話しかけるものなんだと再認識しました。勉強してて理解が難しい理由に気がつきました。例えばリソースなのにバッファーと呼んだりリソースと呼んだり、そのリソースのビューのことをバッファービューと呼んだり、もう慣れ親しんだ方からすればどちらも同じものだと認識できるのかもしれませんが、とても混乱してしまいます。シャドウマップという影の作り方を勉強しました。DirectX 12にはライトの機能などは存在しません。当然のように影などの機能もありません。そして文字も書けません。いろいろ検索して IMGUI というものを使えば、とりあえず文字を表示できることを知りました。クリスマスイブです。聖なる夜は聖なる DirectX と過ごします。文字を表示できる IMGUI のウィンドウを表示するところまで来ましたが、エラーが止まりません。まだまだ DirectX 12の理解が足りません。クリスマスです。今日も昨日と違うエラーが止まりません。パーリンノイズを勉強しました。パーリンノイズとはマインクラフトというゲームの地形を作るのにも使われていて、ランダムなノイズです。シェーダーの勉強をしました。シェーダーというのは、例えば
三角形の情報が流れてきたときに、その頂点をどのように変化させるかとか、どのような色にするかなどのプログラムです。DirectX 12のシェーダーは HLSL という言葉を使ってどんな処理をしてほしいかのプログラムを書きます。ディスクリプタヒープというものがはっきりと理解できず、検索しながら勉強してたのですが、疲れたのでスマホで検索しながらベッドに横になったら、うっかり眠ってしまいました。だんだんと知識が増えてきた気がするので、いろんな方が公開してくれているサンプルコードを参考にして自分なりに書いてみることにしました。いろんな場所から情報を一つにまとめるキメラ作戦です。でもいろんな場所の情報を使ってしまうと、結局自分で書いたコードじゃないよなとか思ったり、でもこれで動けば何かの突破口になるんじゃないかなとか思っていました。しかし結果はエラーまみれでピクリとも動かず、作戦失敗です。この時点での知識をもう一度まとめて眺めていました。大晦日です。早起きしました。また最初の最初からプログラムを書きます。できるようになるまで何度だってやり直します。ぶつかってダメなら何度でもぶつかります。そしてとりあえず振り出しに戻ることができました。これでエラーなしで新年を迎えられます。明けましておめでとうございます。正月です。早起きして作業して、ついに2つ目のポリゴンを表示することができました。おそらく1つだけなら仮にプログラムを理解していなくても表示できるかもしれませんが、2つ表示するにはそれなりに理解していないと難しいんじゃないかと個人的に思います。これで DirectX 12の処方の処方を突破できた気がします。こうなってしまえば、以前に1年間アンリアルエンジンを勉強した頃の知識がたくさん使えます。プログラムで球体を三角形ポリゴンで作って背景を貼り付けてみました。そして背景用にシェーダーを作って画像の明るさがそのまま伝わるようにしました。シェーダーにさらにプログラムを追加して昼と夜の画像を切り替えてみました。これはかなり負荷がかかる処理だったみたいなので、やり方は別に考える必要がありそうです。とりあえず地形で隠れる下半分のポリゴンは作らないようにしました。それではここで DirectX 12とは一体どんな仕組みだったのかをできるだけ簡単にご紹介しようと思います。特に仕組みに興味のない方は次の日まで動画を進めるようにしてみてください。まずはウィンドウを作って表示します。そしてそのパソコンにどんなグラフィックボードがついているのかをリストアップして、今から使うグラフィックボードを決定します。スワップチェーンという画面表示の切り替え機能を作ります。表示をしていない方に描画をしてから切り替えることで画面がちらつかなくなります。ここからグラフィックボードにいろいろとお願いをしていきます。まずはヒープという領域を作ってもらいます。このヒープ領域というものは、例えばお花見をするときにレジャーシートで場所を確保するように、何かをするために必要な作業領域をあらかじめ確保するイメージです。そしてこの領域をバッファーと呼ばれるものと関連付けてビューというものを作ります。ビューはグラフィックボードが理解できる取扱説明書みたいなものだと思います。こうすることでスワップチェーンのバッファーを書いたり消したりする作業領域が確保できて、グラフィックボードからしたらビューを見ることでどんな状況になっているのかを知ることができるんだと思います。ここはグラフィックの書き込み先、グラフィックを描画するターゲットになるのでレンダーターゲットと呼ばれ、これがレンダーターゲットのヒープです。ビューの方はレンダーターゲット用のビューです。次に深度バッファ用のヒープを確保してもらいます。深度バッファは書いたグラフィックの奥行きを保存しておいて、もうすでに書いてあるグラフィックよりも
前面にあるものだけを描画するためなどに使うものです。ウィンドウのサイズに合わせて振動用のバッファーを作ってもらいます。そして作業領域のヒープと関連付けてビューを作ります。おそらくバッファーには実際の震度情報が入っていて、確保したヒープで書き換えの作業をして、ビューにこれらを取り扱うために必要な情報が入っているみたいなイメージかなと思います。次も同じように定数バッファとシェーダーリソース用のヒープを確保してもらいます。これらは種類が違っても一つのヒープで取り扱うことができます。定数バッファは変数などを置いておけるイメージなのですが、例えば1つ目の定数バッファに位置と回転の行列やカメラ目線に変換することができる行列などを入れておきます。2つ目の定数バッファには例えばライトの色やライトの向いている方向などの変数を入れておきます。シェーダーリソースのバッファには画像データを入れておくことができます。これらをヒープの中の場所に紐付けてそれぞれのビューを作ります。グラフィックボードにはあと2つだけ覚えておいてもらえます。頂点バッファーとインデックスバッファーです。頂点バッファーにはその名の通り一つ一つの頂点の座標データを入力します。インデックスバッファーにはどの頂点をつないで三角形にするのかの情報を入れます。これらのデータはプログラムで作ってもいいですし、 3D データを読み込んでそのデータから抜き出して作ったりもできます。これらのビューにはこれらのバッファーの保存場所やデータのサイズなどの情報を書いておきます。ビューがたくさん増えてきてとても眺めが良くなってきました。ここからなんとさらにしっかりした仕様書を作ります。パイプラインステートと呼ばれるものを作ります。情報量が多いのでざっくりとした概要を一気にご紹介します。パイプラインステートに設定するのはルートシグネチャー、頂点レイアウト、シェーダー、ラストライザー、振動バッファーを使うかどうか、ブレンドの設定などです。ルートシグネチャーには定数バッファーを2個とシェーダーリソースバッファーを1つ使うというテーブル情報だったり、サンプラーというシェーダーリソースからどのようにサンプリングするのかを設定します。頂点レイアウトは頂点バッファーのデータがどんな感じで入っているかを設定します。シェーダーは三角形などをどのように変形させるか、どのように色をつけるかが書かれたプログラムです。自分で作ったものを読み込んだりして指定します。ラストライザーは三角形の位置情報をドットとしてピクセル情報にするときにどんな感じの処理をするかを設定します。振動バッファーを使うかどうかは今回は使う設定にしておきます。ブレンドの設定はレンダーターゲットに対して透過の種類をするのかどうかなどを設定できます。一通りの情報が揃いましたので、いよいよグラフィックボードに描画を開始してもらおうと思います。描画をするために必要なツールを4つ作ります。描画はコマンド形式で行われます。まずはコマンドアロケーターというコマンドのメモリ管理をするものを作ります。そしてコマンドリストというコマンドを書いておくものを準備します。コマンド Q という書かれたコマンドをグラフィックボードに指示をする実行役も作ります。あとはフェンスというコマンドが完全に終了したかどうかを監視するものを作ります。では描画の処理を始めます。コマンドのメモリを管理しているアロケーターをリセットし、コマンドリストを何もない状態にします。そして新規にコマンドリストを作っていきます。スワップチェーンの現在の表示状況を見て、表示していない方のレンダーターゲットを取得します。レンダーターゲットはバリアというものがあるので、表示してもいいよというバリアの状態から描画に使いますというターゲット設定にバリアを変更します。そしてパイプラインステートをセット、ルートシグネチャーをセット、ビューポートという画面サイズ情報をセット、シザーレクトという画面の切り抜き情報をセット、先ほどのレンダーターゲットをセット、定数バッファとシェーダーリソースのヒープをセット、そしてレンダーターゲットと振動バッファは綺麗な状態にしておきたいのでクリアするようにセットします。そして三角形を描きますとセット、
頂点バッファのビューをセット、インデックスバッファのビューをセット、そしてインデックスの数を指定して描画を開始してくださいとセットします。次にレンダーターゲットのバリアをもう表示してもいいよという状態にセットします。そして最後にコマンドリストをクローズで閉じます。これで受付を終了したコマンドリストが完成しました。コマンド Q に渡して実行します。フェンスにコマンドの処理が終了したら、この変数に1を足してくださいと伝えます。変数にまだ1が足されていなかったら、フェンスに終了したらイベント通知してくださいとお願いします。フェンスから終了イベントが通知されるまで待機します。コマンドの処理が終了したら、スワップチェーンに画面の切り替えを指示します。これが描画の一連の流れです。このような処理を通して、このように 3D モデルが描画されます。地形を表示したいのでテクスチャーを作りました。この画像と以前に作ったパーリンノイズを使って平面を並べてみました。四角い平面は三角形を2つ使って四角にしています。そして壁の面も隣にある土地の高さを計算して三角形で作った四角を配置しています。マインクラフトというゲームで遊んでいたら、ブロックの光の入りにくい部分が暗くなっているのに気がつきました。おそらくアンビエントオクルージョンと呼ばれるようなものだと思いますが、これのおかげでブロックの段差がとても見やすくなっています。その処理のやり方はまだわからないので、ひとまず隣に高いブロックがある場合は少し暗く表示するようにしました。行列の計算がうまくいっていないのか、それとも C++ のポインターとかの扱いが間違っているのか、自分を動かそうとすると空が動いてしまいます。こういうところで自分のプログラミング能力がまだまだ足りないなぁと感じます。水面よりも低い部分にテクスチャーを追加しました。それと壁の UV の設定がおかしくて陰影がついていなかったので、そこを修正しました。地面の X 方向だけに謎の線が入ってしまいます。こういうのも経験値がないため、なぜなのかが全くわからない状況です。作った地面の上にキャラクターを乗せてみました。なんだかとても頑張ったなぁと実感できました。自分で決めた32ブロックごとにマイクラを真似たチャンクというデータで管理するように変数を作っています。一部ポリゴンが表示されていないバグがありますが、プログラムを何度チェックしても原因がわからないので、未来の成長した自分に任せたいと思います。ひとまずオープンワールドへの第一歩を踏み出すことができました。歩行速度を速くしてきちんとマップが生成されるかをチェックしました。木のポリゴンを配置できるようにしました。このようなこともあらかじめ想定してプログラミングしています。そんなにポリゴン数は多くありませんが、ものすごく重くなってしまいました。重くなる自覚はあるので、そういうものをなくすのが最適化っていうのかなって思いました。オープンワールドっぽくなってきました。近くなってきたチャンクを読み込むリストに入れて時間差で読み込んでいます。逆に遠くなったチャンクは削除するリストに入れて時間差で処理しています。カメラの向きによって表示に必要なポリゴンだけを描画するようにしました。このような処理はカリングと呼ばれていて、アニリアルエンジンで勉強しました。今のところすごく雑なベクトルの計算で処理しています。きちんとしたカリングの計算の知識がないので、勉強してから作り変えようと思います。他の木や宝箱のポリゴンも表示しました。今回の動画の最終日です。
水面のポリゴンも計算して追加しました。水の浮力の計算も試行錯誤して、1ヶ月の勉強でこんな感じのところまで作ることができました。ここから先はもっとたくさんの技術が必要になると思うので、ゆっくりと勉強していこうと思います。それでは最後にこのオープンワールドを高速で走り抜ける動画で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。